こんにちは、ゆっくり解説の時間よ。今日は2025年9月26日、金曜日の株式市場の動きを振り返っていくわ。こんにちは。今日は権利付き最終日だったよな。株価は上がったのか？それが、今日の市場は単純な話ではなかったの。早速、結論から見ていきましょう。一言で言うと、トランプ法炸裂で日経平均は急落。でも実は、って感じの相場だったわ。トランプさんが何かやらかしたのか？それに、実は。ってなんだよ、気になるじゃないか。ふふ。そのあたりも含めて、今日はこの流れでじっくり解説していくわね。1、まずは今日のマーケット概況。日経平均とトピックスで明暗が分かれたの。2、次に注目された経済指標、特に東京の CPI ね。3、そして為替と金利の動き。ドル円が150円に迫ったわ。4、話題の中心、トランプ大統領の発言が市場に与えた衝撃。5、最後に、今日の相場を彩った個別銘柄の動向よ。それじゃあ早速、今日の株式市場の全体像から見ていきましょう。よし来た。まずは日経平均から教えてくれ。日経平均株価の大引けは、前日比399.94円安の45,354.99円。率にして 0.87% の下落で、4日ぶりに反落したわ。うわ、400円近くも下がったのか。権利付き最終日なのに、なんでこんなに売られたんだ？理由はいくつかあるけど、一番大きかったのはアメリカ市場の流れと、後で詳しく話すトランプ大統領の発言ね。朝方は前日の米国株安を受けて売りが先行したわ。でも、不思議なことに、もう一つの主要な指数であるトピックスはプラスで終わっているのよ。日経平均は大幅安なのに、トピックスは上がったのか？どういうことだ？トピックス、東証株価指数の終値は、前日比1.67ポイント高の3187。2ポイント。こちらはプラス 0.05% で終わったの。この現象は、日経平均に影響の大きい一部の大型株、特に半導体関連が大きく売られた一方で、トピックスを構成する幅広い銘柄、例えば銀行や不動産などは買われていたことを示しているわ。なるほどな。日経平均だけ見てると市場全体が悪いように見えるけど、実際は元気な会社もたくさんあったってことか。その通りよ。次に、今日発表されて注目を集めた経済指標について見ていきましょう。特に重要だったのが、東京の消費者物価指数、CPI よ。CPI って、物価が上がってるか下がってるかを示すやつだよな。日本のインフレはどうなってるんだ？朝8時半に発表された9月の東京都区部消費者物価指数、生鮮食品を除くコア指数は、前年同月比でプラス 2.5% だったわ。これは市場予想のプラス 2.8% をかなり下回る結果だったの。8月と同じ伸び率にとどまった形ね。予想より物価が上がってなかったってことか。それはどういう影響があるんだ？インフレの伸びが鈍いと、日本銀行が早期に利上げに踏み切る可能性が低くなる、と市場は判断するわ。その結果、日米の金利差が意識されて、発表直後は円を売ってドルを買う動きが強まったのよ。その CPI の結果もあって、為替市場ではドル円が大きく動いたわ。円売りってことは、円安になったってことか。どこまで上がったんだ？ CPI 発表後、ドル円は一時149円96銭まで上昇。心理的な節目である150円にあと一歩まで迫ったのよ。これは、昨日の海外市場で強いアメリカの経済指標が相次いだことも背景にあるわ。4、6月期の GDP 確定値が予想外に上方修正されたことで、アメリカの利下げ期待が後退し、ドルが買われやすい試合だったの。150円か。そこを超えたら、またニュースになりそうだな。でも、結局超えられなかったんだよな。大台を前にしては利益確定の売りも出て、結局149円台半ばまで押し戻される場面もあったわ。政府、日銀による為替介入への警戒感もあって、上値の重い展開になったわね。金利に目を向けると、アメリカの10年もの国債利回りは 4.17% 台まで上昇して高止まりしている。これがドル買いを支える大きな要因になっているわ。さて、今日の日経平均が大きく下落した最大の要因、トランプ大統領の発言について解説するわ。待ってました。一体何を言ったんだ？トランプ大統領は自身の SNS で、まず10月1日より、ブランド医薬品または特許医薬品すべてに 100% の関税を課す、と表明したの。100%？ それって、値段が倍になるってことじゃないか。とんでもない話だぜ。その発言を受けて、東京市場では第一三共やアステラス製薬といった、アメリカでの売り上げが大きい医薬品株が軒並み売られたわ。でも、衝撃はそれだけでは終わらなかった。ウォール・ストリート・ジャーナルが、トランプ政権が半導体メーカーを標的にした新たな輸入抑制計画を検討していると報じたの。半導体までかよ。日本の得意分野じゃないか。計画では、アメリカの半導体メーカーに対し、海外から輸入する量と同じだけの半導体を米国内で製造するよう求める、というものよ。これが達成できなければ関税を課すという内容ね。この報道が伝わると、アドバンテストや東京エレクトロン、ディスコといった日本の主力半導体関連株に、一斉に売り注文が殺到したの。これが今日の日経平均を大きく押し下げる最大の要因になったわ。最後に、
個別の銘柄で特に動きが目立ったものをいくつか紹介するわね。半導体と薬以外で、元気だったところはあるのか？まず明るい話題としては、千葉工業銀行ね。千葉銀行との経営統合が報じられて、株価はストップ高まで買われたわ。それから、群馬銀行も業績と配当予想の情報修正を発表して、株価が急騰したわ。銀行株は金利上昇の恩恵を受けるという期待もあって、今日は全体的に強かったわね。地銀の再編話は盛り上がるよな。逆に、他に大きく下げたところはあったのか？政治絡みの動きでは、自民党総裁選に出馬している小泉進次郎氏の関連銘柄が軒並み売られたわね。陣営に関する週刊誌報道が嫌気されたみたい。特にライドシェア関連として期待されていた大和自動車交通は、ストップ安まで売り込まれる展開だったわ。あとは、アメリカのソフトウェア大手、オラクルがアナリストの、売り、推奨を受けて大幅に下落したわ。これを受けて、日本オラクルも第一四半期の現役決算が嫌気されて大きく売られたわね。というわけで、今日の東京株式市場のまとめよ。日経平均は4日ぶりに反落したけど、その中身はかなりまだら模様だったわね。良かった点は、銀行や不動産といった内需株がしっかりしていたこと。悪かった点は、なんといってもトランプ大統領の発言に振り回された半導体や医薬品株ね。なるほどな。つまり、今日の市場は、トランプさんの一言で、半導体みたいなエリートたちがずっこけたけど、銀行みたいに地道にやってる奴らは逆に元気だった。ドル円も150円の壁に挑戦中で、来週も波乱万丈になりそうだぜ。ってことだな。その通りね。今晩はアメリカで重要な PCE 物価指数も発表されるから、来週の市場がどう動くか、また注目していきましょう。この動画が役に立ったと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくね。それじゃあ、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画は特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。